り考えたくない話題だと思いますが、仮想通貨に投資をしていると、損失を出してしまうことってありますよね。そこで、今回は仮想通貨で損失を出した有名人を紹介していきます。自分だけが損をしているのではないと思えば、少しは気が楽になるかもしれません。この動画を見ると、仮想通貨でどんな有名人が、どれくらいの損失を出したかを知ることができます。仮想通貨で損失を出した人、この動画では、ソフトバンクグループの孫正義さん、青汁王子こと三崎優太さん、ロンドンブーツ1号2号の田村淳さん、藤崎マーケットのトキさんを取り上げておりますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。孫正義。最初は、ソフトバンクグループ株式会社、代表取締役会長兼社長の孫正義さんです。孫正義さんはビットコインに投資して、約145億円の損失を出しました。詳しく見ていきましょう。ソフトバンクグループの孫正義さんは、2018年に友人に勧められて、個人資産の 1% に当たる約200億円でビットコインを購入しました。その時、孫正義さんは、激しい値動きに気を取られ、5分ごとに値段をチェックし、自身のビジネスに集中できなくなった、という精神状態になったそうです。なんだか一般人と同じような反応ですね。まず、200億円が個人資産の 1% だということに驚きます。また、ビットコインを購入した額は個人資産の 1% なのだから、ビジネスに集中できなくなるほど、気にする必要はないようにも思えますが、やはり200億円という額が気にさせてしまうのでしょうか。凡人には計り知れないところです。ちなみに、2019年の米フォーブス誌の長者番付によると、孫正義さんの総資産額は2兆6670億円で、ファーストリテイリングの柳井正さんに次いで、日本で2番目の総資産額です。孫正義さんは2017年の年末にビットコインを購入し、2018年の年初に全て売却しました。そして、約145億円の損失を出しました。2017年の年末というとビットコインが200万円に高騰していた時期であり、2018年の年初というとビットコインが暴落していた時期です。約200億円分のビットコインを購入して、約145億円の損失を出したということは、ビットコインが200万円の時に購入して、55万円に下落した時に売却したという感じでしょうか。しかし、ビットコインが55万円付近まで下落したのは、2018年の年末なので、2018年の年初に売却したという話とは食い違いが出てきます。詳しくはわかりませんが、もしかしたらレバレッジ取引をしていたのかもしれませんね。私は当時このニュースを見たとき、買い方や売り方が素人と変わらないなぁ、と思った記憶があります。もちろん、孫正義さんには、私などにはわからないような考えがあってのことだと思います。そして、私がもう一つ思ったことは、そんなにすぐに売却しなくても、もう少し持ち続けてみたらいいのに、というものでした。現に2021年11月には、ビットコインは700万円を超えており、孫正義さんがもしビットコインを売却せずに、持ち続けていて700万円の時に売却していたら、莫大な利益を得ていたでしょう。もちろん、このようなことは後になってみれば、いくらでも言えることであり、言っても意味のないことではあります。三崎優太。次は、株式会社三崎ホールディングス、代表取締役の三崎優太さんです。青汁王子こと三崎優太さんは、ビットコインのレバレッジ取引で、一時マイナス約10億円の状態になりました。詳しく見ていきましょう。2023年2月28日に、三崎優太、青汁王子、チャンネルに投稿された動画によると、三崎優太さんは2022年の12月くらいに、ビットコインを買いました。2022年12月というと、ビットコインが下落して200万円台前半で推移していた時期です。この時点ではそれなりに利益が出ていました。そして、ここがチャンスかなと思い、結構大量にレバレッジをかけてビットコインを買いました。ここで損失を出してしまい、三崎優太さんによると、全部の持っているお金が5億6000万円で、これに対してマイナス2億5000万円になったとのことです。そして、
ここで全部損切りすれば3億1600万円残るのですが、いろいろ計算したら、13億1000万円の資金を入れていたことに気づいたとのことです。ざっと10億円の損失が出ている状態です。その後、資産額を6億6600万円まで戻すことに成功。そして、約40億円で1200ビットコイン分を購入。このポジションがどうなったかはわかりませんが、動画の内容からすると損はしていないように感じました。三崎優太さんは、動画の中で、ビットコインの半減期やアメリカの金利を絡めて、ビットコインの価格動向について詳しく解説されていましたし、全く知識がない状態でビットコインを購入して、損失を出したわけではないようです。そして、レバレッジをかけた取引が、いかに危険かについても何度も話されていました。では、なぜこのようなレバレッジをかけた、危険な取引をされたのでしょうか。これは動画を見て私が感じたことですが、三崎優太さんはここで大きく勝とうと大きく負けようと、それがニュースになればさらに知名度が拡大して、ご自身のビジネスにプラスに働くという読みがあったのではないでしょうか。もちろん、負けるより勝つ方がいいと思いますが、仮に負けたとしても、また取り返せるという自信もあるように思えました。動画の中で三崎優太さんは、2023年から2025年にかけて、ビットコインの価格が上昇していくと話されていましたが、今後どのような値動きになっていくのでしょうか。田村敦。次は、ロンドンブーツ1号2号の田村敦さんです。田村敦さんはマウントボックスの破綻で、10万円分のビットコインを失いました。詳しく見ていきましょう。田村敦さんは、2014年2月に10万円分のビットコインを購入したことを公表。2014年2月のビットコイン価格は8万円から6万円の間を推移していました。10万円分のビットコインを購入されたということなので、おそらく 1.2BTC から 1.6BTC の間の数量を所持されていたと思われます。そして、この時に使用した取引所がマウントボックスだったのです。おそらくマウントボックスの破綻とともに、田村敦さんのビットコインも取り戻せなくなった可能性が高いと思われます。当時としては10万円分のビットコインが取り戻せなくなったわけですが、もしマウントボックスが破綻せずに、田村敦さんがこのビットコインを持ち続けていたとしたら、2021年には 1BTC あたり700万円を超えたので、家庭の話ではありますが、かなりの損失を被ったと言えなくもないでしょう。また、マウントボックスの破綻の件とは別に、田村敦さんは 2BTC を購入して、それをウォレットに保管していたところ、パスワードを忘れてしまい取り出せなくなったことがありました。しかし、こちらは知人の勧めにより、過去のメールを検索してみたところ、メールにパスワードが記載されていて、2BTC を取り出すことに成功したとのことでした。さらに、田村敦さんは2018年1月の番組内で、コインチェックでビットコインを購入したことを公表。マウントボックスに続いてコインチェックのネム流出事件にも巻き込まれていたことが明らかになりました。コインチェックではネム流出事件に伴い、すべての通貨の出金を一時停止したので、田村敦さんのビットコインも一時的に出金できなかったものと思われます。しかし、コインチェックではネム流出事件から約1ヶ月半後に、ビットコインなどの出金が再開されたので、田村敦さんのビットコインに被害はなかったものと思われます。こうして見ると、田村敦さんは、2014年あたりにはビットコインを購入して、いくつかのハッキング事件に巻き込まれながらも、仮想通貨に関わり続けている姿が見えてきました。芸能界での田村敦さんの立ち回りと同様に、仮想通貨の世界でも失敗しながらも上手に立ち回っている、と言えるのではないでしょうか。藤原時。次は、藤崎マーケットの徳さんです。徳さんはコインチェックのネム流出事件で、一時的にほぼ全財産を失いました。詳しく見ていきましょう。徳さんは2017年11月にごく少額で仮想通貨を買い始めました。2017年の年末というと仮想通貨が軒並み高騰していた時期でもあり、徳さんはコインチェックで全資金をネムに投入しました。そして、
2018年1月26日にコインチェックがハッキング攻撃を受け、約580億円相当のネムが流出。トキさんのネムも全て流出してしまいました。この時、トキさんは数千万円の含み益が突然ゼロになったと言います。数千万円の含み益が出ていたということは、かなりの額を投入していたことが伺えます。トキさんに残されたお金は、手持ちの6万円と IC カードに入っていた6000円だけになりました。ハッキング事件の翌日、トキさんはハイヒールリンゴさんが司会をしている番組に出演しました。そして、生放送の間、リンゴ姉さんがずっとコインに見える謎の現象が発生して、それくらい追い詰められていたんですね。と語りました。コインチェックのネム流出事件から、約1ヶ月半後の2018年3月12日に、1ネムあたり約88円で被害者に返金が行われました。トキさんの元にも、投資した元手より少ないものの、かなりの額の現金が戻ってくることになりました。その後、2018年に行われた、コヤブソニック2018に出演したトキさんは、自身の被害額が500万円であることを明かしました。まとめ、仮想通貨に投資をするということは、値動きの激しさによる危険性や、取引所がハッキング攻撃を受ける危険性があるということを、改めて確認することができたのではないでしょうか。現時点においても仮想通貨に投資するということは、危険性と隣り合わせであることは否めません。しかし、自分でできる対策を取り、なるべく危険を減らすということもできると思います。それでも、自分ではどうしようもない部分も、あるのが辛いところではあります。皆さんは、ご自身の資産を守るために、どのような対策を取られていますか？よろしければコメント欄に書き込んでいただけると嬉しく思います。この動画と同じ内容のブログ記事の URL は、説明欄に記載いたしております。また、Twitter では動画投稿をお知らせしておりますので、フォローをお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画の内容がいいと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。